俺は大地。小さい頃から発達障害の傾向があり、母は俺が幼稚園の頃からすでに苦労していたらしい。こんにちは。ありがとうございました。あ、こんにちは。大地くん、ママがお迎えに来たよ。これ僕のだよ。違う、僕の。大地くん、先にお友達が遊んでたから順番待とうか。こら大地、返してあげて。やだ。大地くん、お友達を押しちゃダメでしょ。怒られないとわからないの？すみません。ここのところ大地くんトラブルが多くて困ってるんです。すみません。家でもよく言い聞かせます。優しいところもたくさんあるし、落ち着いている時はちゃんと理解力もあるのに、珍しいタイプのお子さんですよね。お家でお母さんに出せないからお友達に出ちゃうんじゃないですか？このままでは小学校に入ってから45分ずっと座ってるなんて無理だと思いますよ。失礼だわ。家でも大変なんですけどね。毎日毎日こんなのを聞かされてばかり、お迎えが憂鬱になるわ。どうしたら周りと仲良くやれるようになるのかしら。ただいま。そうだ、お母さんからお中元届いてたんだった。お礼の電話しようっと。いえいえ、大ちゃんは元気？はい、元気は元気なんですけど、最近落ち着きがなくて、幼稚園でトラブルが多くて、あら、栄養が足りてないんじゃない？ちゃんとしたもの食べさせてる？栄養ですか？好き嫌いが多いんで大変ですけど、栄養バランスは考えてます。ちゃんと国産のもの買って、お惣菜とかコンビニ弁当なんて使っちゃダメよ。添加物って怖いんだから。ママ、お腹すいた。ご飯まだ？あ、ソファーで跳ねないでっていつも言ってるでしょ。今準備するわね。不満を私に出せないから？栄養が足りてないから？私の子育てが間違ってるの？大地が最近幼稚園でトラブルが多くて落ち着きもないし、もしかして発達障害なんじゃないかって思ってるの。発達障害？順調に成長してるじゃないか。同じくらいの子たちに比べると言うことが聞けないのよ。ちゃんとしつけりゃわかるようになるだろう。それは何度も注意してるわよ。ねえ、あなたも一緒にこの発達障害の本一度読んでみてくれない？図解でわかりやすいし。俺はいいよ。見てりゃわかるよ。男の子なんてあんなもんだろ。心配しなくてもそのうちできるようになるよ。大地を病気にするなって。大地くん、ママお迎え来たよ。大地くん今日ね。はい。今日も何言われるんだろう。お友達のこと叩いたんですよ。ご迷惑をおかけしてすみません。相手の子に怪我はなかったですか？それが少し赤くなっちゃって。もうどうしたらいいんだろう。母に電話してみようかな。もしもしお母さん？あら、どうしたの？みんな元気にしてる？それが、大ちゃんが？それでもう毎日幼稚園に行かせるのが怖くて、小学校に入ったら授業中座ってられないんじゃないかって言われてるの。ずいぶん失礼な幼稚園ね。あなた、こんな時こそしっかりしなくてどうするのよ。みんな仕事もしながら子育てと両立してやってるのよ。しっかりやりなさいよ。あなたの気分が安定すれば、大ちゃんも落ち着いてくるわよ。大地に落ち着きがないのは私の気分のせいだって言うの？そうよ。母親はもっとドーンと構えてないとダメじゃない。近くに理解者が一人でもいれば、私だってこんなに悩まないわよ。私は理解してないつもりはないわ。母にはたくさん迷惑をかけたが、そんな俺も成人してなんとか就職することができた。が、大地、またここ違ってたぞ。すみません。この間も言ったばかりだろ。ミスが多く毎日怒られっぱなしで、それでもなかなか仕事が覚えられずにいた。俺この仕事向いてないかも。自分に合った仕事に転職したいな。せっかくいい会社に入ったのにもったいない。石の上にも3年って言うじゃないか。もう少し頑張ったらどうなんだ。一生懸命やってるんだけどさ、周りの声が気になって集中できなかったり、毎回同じやり方にこだわっちゃって仕事が進まなかったりするんだ。そんなに神経質になるな。これって神経質なのかな。その後も一向に仕事ができるようにならない俺は次第に休みがちになっていった。
大地、今日も休むの？そろそろ有給がなくなるんじゃないの？なんだって？有給がなくなったら欠勤になるじゃないか。欠勤っていうのはな、次に転職するときにすごく不利な評価になるんだぞ。絶対にあってはいけないことなんだ。こんな辛い時に責め立てないでくれよ。結局俺は会社を辞めて、いくつかのアルバイトを転々とした。大地君は私らと違ってまだ若いんだから、他にいい仕事いっぱいあるでしょ。いやどこへ行っても怒られっぱなしで、どれも続かなくて。あら、それは潜在意識が引き寄せてるのよ。潜在意識？あなたそんな自分を責めてない？人は鏡なのよ。あ、カルマもあるかもしれないわね。そうだ、明日は西の方角が吉よ。一粒万倍日だから金運もアップするし、夜は新月に願い事をすれば浄化されてアセンションできるわよ。ちょっと何言ってるかわからないな。あ、そういうのは大丈夫です。あら、そう？その後俺は発達障害に詳しい病院へ行き、医師やカウンセラーと一緒にこれからのことを考えていくことになった。やっぱり転職ばかりしてるのって不利なんでしょうか。最初の会社で3年は頑張るべきでしたか。そんな状態で3年も我慢してたら心身が持たないよ。今はむしろ一つの会社でしか働いたことがないっていう方がリスクになりますから大丈夫ですよ。それならよかったです。ただ君は得意不得意の差が大きいのでね、得意が活かせて苦手な部分は目立たない仕事を選んでいきましょう。はい。今までは自分がダメなんだとばかり思っていたけど、発達障害のことを知って自分に何が起きていたかが分かった。原因が分かれば、あとは対策を考えながら試行錯誤していくのみだ。自分を理解してくれている人と接する時間を多く持つことは大切だと思う。今日の研究結果は以上です。皆さんはどう感じましたか？コメント欄で教えていただきたいです。動画が良かったらチャンネル登録と高評価ボタンをいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。